をどんな役者だと思いますか？クソ大根。未だに死ぬほど不器用だし。エチュード弱すぎ処理打ちしまくり。棒立ちやめろ。朝練早すぎじじい。いびきがうるせえ。それもう役者関係ないな。本当はこの後足りない部分について聞くつもりだったんだけど、まあいいか。じゃあ最後の質問。役者として尊敬してる部分はありますか？ヤンキーとチンピラの役やらせたらピカイチなんじゃね？俺の方がうまくやるけど。たく、相変わらずだな。こんなもんでいいよな。あ、つづるがちょっと遅れるらしい。先食べるか？いや、待ちます。それ演劇論のテキストつづるさんに借りて。どうだ？すげえ面白いっす。大学でこんな風に演劇のことを学べるなんて思ってなかった。おみさんに教えてもらわなかったら絶対受けてなかったっすね。つづるからいろいろ面白そうな文学部の講義のこと聞いてたからな。芝居のために感性の引き出しを増やすにはいいんじゃないかと思ったんだ。一応勉強はしてたみたいだけど、ジューザはもともと進学するか迷ってたんだろ？説が専門的に演劇学ぶって聞いて、そういう選択肢もあんのかと思って。ほんとお互いの人生に影響を与え合ってるよな、お前ら。そんな嫌そうな顔するなよ。遅れてすんません。じゃあ買ってくるか。今日は日替わり丼がうまそうだぞ。いただきます。いただきます。そういや、そろそろ秋組第6回公演の準備始まるな。この前監督に主演は俺で行きたいって言われた。順当にいけばそうだな。春夏も今まで主演やってないメンバーだったしな。今回はシトロンさんもムクも主演の希望を叶える感じで脚本作ったんだけどさ、秋組の演目も配役も役者としての銃座の雰囲気を十分活かすようなのがいいよな。ジューザ？俺は今回の主演の経験で自分の殻を破りて、今まで俺に寄せる形で当て書きしてもらってすげえやりやすかったけど、それだけじゃダメな気がして、もっと役者としての幅を広げたい。でないとずっとやりやすい役しかできない薄っぺらい役者になっちまうかもしれない。幅を広げたいか。なるほど。ジューザは向上心が強いからな。でも主演はそれだけでも重圧だ。あんまり気負いすぎない方がいいぞ。今度監督とか他の秋組メンバーも交えて相談しよう。です。もう回ってんの？あ、取れてるはずだ。俺が一番乗りなんだっけ？帰ってくるのが一番早かったからな。早速質問いくぞ。兵道十座という役者をどう思いますか？
髪質が硬い。直毛。肌質はきめ細かいけど皮脂多め。彫りが深いから舞台映えはする。普段のケアは雑だから要指導。そういう答えは想像してなかった。まあ、あざみだしな。じゃあ、兵道十座という役者に足りないと思うものは？俺の方が芝居の経験浅いしな。ど真面目すぎんのがたまに傷とか。もうちょっと肩の力抜いてもいいとかあんじゃね？バッチリだ。最後に、尊敬する部分は？話って何ですか、ボス？ルチアーノ、ランスキー、お前ら二人でコンビ組め。はあ？嫌です。ああ。次の公演に向けて改めて今の自分に足りないものを探しておこうかと思って一通り見直してる。課題だらけだ。滑舌、発声、動き、基礎的なところも舞台全体見えてねえ視野の狭さも芝居の幅が狭いところもどの公演でも俺の芝居は似たり寄ったりだ。もっと自分の役者としての可能性を試したい。ただいまー。あれ、初演のピカレツクじゃん。兵道てめえ、過去の自分の大根ぶりに絶句してたところだろ。ああ、おめえが左京さんの芝居に飲まれてビビってたとこ見てただけだ。だと？あっぶねえ。時間間違えて遅刻するとこだった。朝一のワークショップとかきついよな。声出ねえかも。揃ってるか？講師の増野だ。何回かワークショップ出てるやつもいるから知ってるよな。で、今回は外部のやつが一人。うっす。お前か。よろしくお願いします。確か摂津の劇団のあれ、摂津はへい。なんでお前らそんな離れて立ってんだよ。でけえ男二人でベタベタひっついててもむさ苦しいでしょ。ま、いいけどな。じゃ、早速始めるぞ。うっす。じゃ、今日はこれで終了。次回は1週間後な。ああ、そこの。ん？
ちょっと残れ。うっす。別に居残りとかじゃねえから警戒すんな。何企んでんすか？お手手つないで帰ろうって仲じゃないだろ。先帰んぞ。おう。さてと、兵道十座だったか。す。摂津と同じ劇団だそうだが、見事に役者として正反対だな、お前ら。今日はどうだった？改めて自分の未熟さを思い知った感じっす。演じ分けは器用なやつの方が得意だからな。摂津とか。すげえ悔しかったっす。摂津はいわゆるカメレオンタイプのポテンシャルがあるからな。あれだけ小手先が利く一年はなかなか見ない。どんな役を与えても表現の手がかりをすぐに見つけて演じてみせるセンスがある。ただ心の温度まで伴わないのがあいつの弱点だ。中身よりまず形を整えちまう。心の温度。お前はどうして芝居を始めた？昔から外見のせいで人から避けられることが多くて、ずっと自分以外の誰かになりたかった。舞台の上では別の人間になれる芝居が俺にとっては最後の希望だった。それは自分からの逃避だな。それ自体は悪いことじゃないが、一つ断言してやる。お前は芝居の技術面において摂津を超えることはおそらく無理だろう。お前とあいつは天性のセンスが違う。ただだからといってお前があいつよりいい役者になれないってことじゃない。この言葉の意味についてじっくり考えてみろ。じゃまた次回な。うっす。おい兵道、あの後あのおっさんに何言われた？おい聞いてんのか？てめえ無視してんじゃねえよ。何喧嘩ふっかけてやがんだ、摂津。バンちゃん、喧嘩はダメっすよ。いや今のは完全にあいつが悪いから。あれ、まだ揃ってないのか？あとは監督とつづるさんだな。あ、オミくん、それ実家から持ってきたってやつっすか？ああ、弟たちから劇団の様子撮ってくるように頼まれてな。じゃあちゃんと紹介しないとっすね。5本。あちらに見えますのが秋組名物鬼の左京にっす。遊んでねえで、そろそろ打ち合わせ始めるぞ。俺たちが最後っすね。やっぱ秋組らしくアクションを活かせる設定がいいっすよね。バトル系はいろいろやってきたしな。あとアクションを活かせるっていうと大道芸人とか。新しいな。確かに軽技はアクションっぽいけどな。秋組らしいかっつうと。夏組っぽいだな。そういや直球のヒーローものは今までやってないっすね。バ
トルも入れられるし、いいかも。兵道が主演ならヒーローサイドよりヴィランだろ。ヴィラン？悪役、怪人ってことだ。確かにヒーローものを裏側から描くっていうのは面白いかもな。悪役だとまんじゅう剣のチーロンと役の方向性が被るからヒーローサイドの方がいい。そこは脚本である程度変えることはできるけど。ジューザさんが演じるクールな悪役、最高っすよ。いや、今回はヒーローものがいい。ヒーローだとどうしても兵道のキャラとはかけ離れた役になるぞ。役をつかむのに時間がかかるかもしれないが、どうしても自分自身と遠い役を演じてみたい。力不足だってのは分かってる。でも俺はこの公演で今までにない何かをつかみて、いや、つかまないといけねえんだ。てめえの自己満に秋組全員付き合わせんのかよ。自分が満足すりゃそれでいいのか。観客満足させられんのか。ジューザー、その今までの役にない要素は入れるから、とりあえず当て書きってことでどうだ？すいません、頭冷やしてきます。ヒーローか。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。ねえねえ、今日ってつづるさんのおごりで何でも頼んでいいんだよね。 DK の胃袋の本気出しすぎるなよ。今月苦しいんだから。オッケー、じゃあ腹5分目くらいにしとく。助かる。で、話って今日はクモンしか知らないジューザのことについて聞きたくてな。つづるさんも兄ちゃんの魅力に気づいちゃった？ファンクラブ入会する？そんなのあるのかよ。会員第1号が俺で、第2号がムクで、第3号が太一さんで、あざみが第4号で、迫田さんが第5号。第3号まではいいとしても、4と5は入会理由が謎すぎる。あざみは俺が強引に入れて、迫田さんは俺が左京さんファンクラブに入ったら入ってくれた。交換条件。ま、ファンクラブはとりあえず遠慮しとく。なんだ。今度のジューザ主演の秋組公演をジューザにとって意味のある公演にしたくてさ。初恋甲子園の時、クモンは舞台通して昔のこと乗り越えられただろう。あの時脚本にクモンの人生を投影する提案してくれたのジューザだから。今度は兄ちゃんのための脚本ってこと？ああ、やっぱ兄弟にしかわからないこととか知らないことってあるだろう。うん、そうだね。あいつは今回ヒーローを演じたがってるんだ。ただ完全懲悪の世界で正義感あふれるステレオタイプなヒーローはジューザには向かないって意見が多い。そんなこと？もちろんだからといってジューザにヒーロー役ができないってわけじゃない。ジューザはきっとこれまでの人生の中でだって誰かのヒーローだったはずなんだ。それで思い浮かんだのがクモンの顔だったってわけ。うんうん。今日一番聞きたいのはクモンにとってジューザがどんなヒーローだったかってこと。そういうことなら任せてよ。俺が誰よりも近くで見てたんだから。兄ちゃんの生き様のかっこよさを俺が誰よりも知ってる。
長くなりそうだし、ドリンクバーも頼んでいい？それくらいならな。やったー！今回はまず役の掘り下げをじっくりやってから、最後にそれを踏まえての芝居を披露してもらう。掘り下げ方は自由。芝居だけじゃなくて内容も発表してもらうからな。じゃあ始め。じゃあ次、兵頭。よし。掘り下げは悪くねえが、芝居に乗せるのが下手くそすぎる。もっと短時間で役をこなせる練習しろ。いつも時間もらえるわけじゃねえからな。よし。次、摂。掘り下げが浅い。表面的すぎる。もっと内面的なところまで突っ込んでいけ。共感力が足りねえ。薄情な性格が出てる。性格関係あんのかよ。ったく、けなし方の芸風が雄三のおっさんに似てんだよな。以上。じゃあまた次回な。質問があるやつは来い。なんだ、お前まだ残ってんのか。他のやつの質問も書き取ってたんで。お前はどんな役者になりたいんだ？与えられた役をどんな役でも自在にこなせるようになりたいっす。ただそれにはまだ芝居の幅が狭くて引き出しが少ないんで、もっと万能に器用になりてえ。それまんま摂津じゃねえか。別にあいつになりたいわけじゃねお前にとって摂津はどんな役者だ？え。あいつは入団オーディションの時から経験もないのにセリフ回しも流暢で役作りもそれっぽくできてた。本番でも冷静で常に舞台の隅々まで意識に入ってる。芝居しててもイメージ通りに自分を見せることができる。同じ役を演じても不器用な俺よりあいつの方がその役を魅力的に見せられてる気がする。なんでそう思う？俺は舞台に立つと役にのめり込んで冷静じゃいられなくなる。役に同化しちまうみたいな感じで見せ方を意識するなんてことできなくなるっつうか、何が何だかわからないままがむしゃらに演じてあっという間に終わっちまう。あいつが緻密に組み立ててるような芝居のプランを考えて実行する余裕がない。やっぱりな。お前が今大事にすべきものはもうお前の中にあるよ。目をそらすのをやめなさい。目をそらすって何から？将来なりたい役者像を考える前にまずお前が今どんな役者なのかってことを正しく理解しろ。未来を見据えて方向性を決めるのはそれからだ。じゃあな。自分が今どういう役者か。あえいうえおあおかけきくけこかこ。少し休憩にしないか？スコーン焼けたぞ。あざっす。もう少しクリームいるか？よし。好きなだけかけていいぞ。今日はジャムも作ってきた。あざっす。最近
いろいろ悩んでるみたいだな。この前のワークショップで自分が今どんな役者なのか理解しろって言われて全然わからねえ。今までただ板の上に立てるのが芝居ができるのが嬉しくてがむしゃらにやってきた。客観的に見て自分がどんな役者なのかなんて深く考えたこともなかった。とにかくもっといい芝居ができるようにいろんな芝居ができるように漠然と自分の可能性を広げたいと思ってた。でも将来どんな役者になりたいか聞かれて分からなくなっちまった。自分が今どんな役者で何ができて何ができなくて今後どうなりたいのか。映像で自分の芝居見たらそもそもできてねえことだらけであげたらキリがねえ。情けねえ。自分って役者を冷静に分析して先を見据えられるやつもいるってのに。兵道十座っていう役者を客観的に見るか。もしかしたら一番それができるのはよし。近江さんどうかしたんすか？いや、ビデオカメラの有効な活用方法を思いついてな。やっぱりあの渋さっすよ。硬派な存在感、男の背中。まんじゅう軒のチーロンもしびれたな。出てくるだけでオーラっつうか強えってのが一発でわかるっす。隙がないっつうか。俺っちにはタッパもないしあの迫力は無理っすね。でも俺っちは俺っちなりのかっこいい役者を追求するっす。役者として足りないと思う部分は？迫力のあるアクションは得意っすけど立ち回りや段取りを頭に入れるのが時間かかってるっすね。単純に場数の問題だと思うっす。俺っちはゴッド座の経験があるからいろんな公演の稽古で他の人の指導を見られたってのは大きいっす。それが今の秋組の稽古にも生きてるっていうか早くでもずっと続けてたことは無駄じゃなかったなーって。そうだな。じゃあ最後に役者として尊敬する部分は？それはっすねちょっと長くなるっすよ。いいぞ。まずは全然平気っす。これくらいの力仕事なら任せてほしいっす。まあオミくんほどの力持ちじゃないっすけどね。インタビュー作戦。最近悩んでる十座さんの力になれるようにみんなに十座さんについてインタビューしてるっす。十座さんには内緒っすよ。今回はどんな脚本になるんすかね。なんか
ああいう銃座さん初めて見たっす。万獣剣の時、俺っち主演やる自信がなくて、みんなに支えてもらってやっと舞台に立てたっす。みんなに自分のいいところ教えてもらって、改めて自分を仲間として主演として認めてもらえて、ようやく自分に胸を張ることができるようになった。あの時の恩返しも兼ねて、今度は銃座さんに銃座さんの尊敬してるところ全力で伝えたいっす。旗揚げ公演の時も俺っちすごく感謝したことがあって、俺っちが小道具の銃を隠した時、みんながパニックになる中で銃座さんが起点聞かせてあの場を乗り切ってくれたでしょ。あれは銃座さんしかできなかったことだと思う。ランスキーとして本気で生きてた銃座さんだからこそできたんすよ。俺っちが言えることじゃないけど、大好きなピカレスクが壊れなくて本当に良かったっす。銃座さんには本当に感謝してるっす。銃座さん自己評価低すぎっすから。役者兵道銃座にしかできないことがあるんだって俺たちが絶対分からせてみせるっす。ただいまーす。帰ったか。駅前のスーパーの98円の卵買ったか。リサーチ不足だな。ついでに今日はドラッグストアがポイント2倍だ。何？左京にお得情報に詳しすぎっす。おう、邪魔するぞ。邪魔です。ずいぶんな言い草じゃねえか。いい酒が手に入ったから来てやったのに。酒のつまみにあいつから面白い話も仕入れてきたしな。最初は昔の自分を見てるみたいだと思った。満開カンパニーと芝居と出会った頃、稽古が演じることがとにかく楽しくて、いろんなことを学んで吸収していくのがただただ嬉しかった。がむしゃらにいつまでも芝居をしていたいと思ってた。あの頃のガキだった自分にそっくりだと。ただ、任教伝の時に、あいつは愛って言葉を口にした。昔の俺が恥ずかしくてまっすぐに向き合えなかった言葉だ。愛ですか？このくだりはカットで頼む。ともかく、昔の俺よりあいつの方が人間の器が上だった。俺はどっちかっつうと摂津みたいなクソガキだったからな。兵道十座に役者として足りないものは？滑舌、発声、基礎はできてきたが
応用が効かねえ。覚えが悪い。役に入るのに時間がかかる。アドリブが苦手すぎる。さすが手厳しい。じゃあ最後に尊敬してる部分は？悪くね生意気言いやがって。え。で、つまみってのはなんだ？ああ、俺の古い知り合いでアマビで時々ワークショップやってるやつがいてな。マスノって言うんだが、銃座と万里も教わってるらしいじゃねえか。最近飲んでいろいろ話聞いてよ。銃座と万里は役者としての素材も求めているものも見事に正反対だって面白がってやがった。前から万里はもっと役に乗り移ったように入り込みてえって話してたらしいんだが、銃座に聞いてみりゃ、どんな役でもこなせる万能さと冷静な分析力が欲しいって言うんだよ。あいつらはないものねだりだな。万里は最初から役者として観客に自分をどう見せるべきか瞬時に判断して冷静に芝居をコントロールすることができた。あれは考えてやってるっていうよりは無意識にできる天性のものだ。だな。それに今までずっと他人に全く興味持ってなかったせいで、自分の役に対しても心情を深く掘り下げて共感するのが苦手だ。対して銃座は不器用で、板の上でも余裕はないし視野も狭い。万里のように芝居を冷静にコントロールすることなんてできねえ。でもずっと自分以外の誰かになりたかったってだけあって、他人に対する関心が強い。羨望、嫉妬も込みでな。ああ、他の誰かの役のことを尊敬して役の人生を演じられることを心から喜んでる。笑えるくらい正反対だな。だからこそ無意識に役者として互いに足りないものへの尊敬と嫉妬を抱いてるんだろう。恵まれすぎてるやつらだ。そういや、旗揚げ公演の稽古で銃座を見た時、昔のお前に近いもんを感じたが、お前も死んでも負けたくねえライバルの一人でもそばにいりゃ、グレずにそのまま芝居続けてたのかもな。ほっといてください。さてと、そろそろ帰るか。ふらふら歩いて職質されねえようにな。お前と一緒にすんな。おう、おやすみ。お前もそろそろ寝ろ。明日の朝稽古寝坊するぞ。伏見らしい提案だ。今回の公演であいつにも何かいい影響があればいいかな。ってことで攻守交換な。いや、俺は三脚使って撮るつもりだったんだが。いいからいいから。はい、名前と年齢は？職業は？伏見尾身、21歳。大学生だ。なんかオーディションテープみたいだな。さっきと同じ質問でいいんだよな。
兵道十座という大根野郎をどんな役者だと思いますか？芝居に対して誰よりも誠実に真剣に向き合ってる役者だと思う。足りねえと思うところは？自信かな。技術面は十座ならどんどん磨かれていくだろうけど。たく甘すぎだっつーの。じゃあ尊敬してる部分は？万里の前に他の秋組3人のインタビューも取ったんだ。尊敬してる部分の答えはみんな同じだったよ。本番で一緒の板の上に立って向かい合って感じる熱がある。稽古場とは比較にならないくらいの圧倒的な熱が。いつもそれに火をつけられて自分も芝居にのめり込めるって。俺もいつもそれを感じてる。万里も感じてないわけないよな。ノーコメントで。それってもう答えてるようなもんだと思うけど。インタビュアーに質問返しは禁じ手だろそうなのか。さてと、これで全部取れたな。足りないと思う部分のとこ、みんな好き勝手言ってたっすね。痛烈なダメ出しフィルムだった。板の上で感じる熱。当のお前には全く自覚がないかもしれねえが、新生秋組は結成当初からお前の芝居の熱に当てられてきた。俺に？監督ちゃん、教えてくれ。どうしたら俺は兵道に勝てる？なあ、どうすればいいんだ？兵道のポートレート見て、なんかわかんねえけど熱くなった。あいつに喧嘩売って負けた時と同じくらい興奮した。このままじゃ終われねえ。終わらせられねえ。十座は自分が今どんな役者なのかわからないって言ってたけど、一緒に芝居してる俺たちには嫌ってくらいわかる。こうやって映像にしたら十座にも伝わるかと思ってさ。てめえの役者としての強みなんてバカみてえにがむしゃらにやることしかねえだろ。おとなしくヤンキーやらチンピラやらの役やってろってんだよ。同じような役に見えてもお前なら一人一人ちゃんと舞台の上でそいつだけの人生を見せてやれんだろうが。そうっすよ。十座さんだからこそ生身のかっこよさ見せられるっす。時間かかってもしがみついてなりふり構わねえ泥臭えやり方が兵道のやり方だろうが、それでいいんだよ。てめえのそういうところが存在しねえ人間を人間らしく見せてんだ。あんたはあんただろ。それ以外の何者でもねえんじゃねえの？
俺だからこそ生きられる役。俺にしかできない役者としてのあり方を目指してみます。秋組の兵道十座として。脚本遅くなってすみません。なんでマスミなんすか？確認お願いします。ダークヒーローっすね。ああ。つづるさん、あざっす。この本が俺のために書かれた本だっつうのは俺が誰よりわかる。そしてそれが役者にとってどれほど幸せなことかっていうのも。可愛い後輩のためにいい本書いてやりたくてな。ナイスキャッチ。笑顔のまま燃え尽きた感じで倒れたっす。ここまで我慢したんだな。読み終わった兵道の反応を見たかったんだろ。です。ブラッド、この後食事でもどうだい？おごるよ。仕事がある。そりゃあ残念。じゃあまた今度。あんたとなら金を払ってでも食事したいってやつがいくらでもいるだろう。否定はしないよ。でもそれはビジネスの話だろ。俺は友人として君に興味があるだけだ。俺はない。ひどいな。待て。その銃、お前この間のなんで俺たちの邪魔をする？お前はこちら側の人間だろ。何を？ここはもっとブラッドの敵対心を抑えた方がいいだろう。その方がラストが入る。ブラッドがダストに感情を引き出される大事な場面だ。それを抑えるのはおかしい。だからそこは全体のバランスを考えて。ブラッドはんなこと考えねえ。石頭か。よし。ああ、最終回。どんな課題が出んのか楽しみだ。あのおっさん、大概無茶ぶりなんだよ。弱い部分を確実についてくる。
ネチネチしつけえしな。この間の課題もきつかったな。だな。じゃあこれで今回のワークショップは終了ってことで、お疲れさん。ちょっといいですか。先帰ってんぞ。うん。今回は本当に世話になりました。このワークショップで改めて自分が持ってないものに気づくことができました。多くを持っていないからこそ、お前は小手先で勝負するな。今は芝居の技術より何より、自分の板の上での真摯なあり方を大事にしろ。お前はそういうタイプの役者だ。頭であれこれ考えてどうにかできるようなタイプじゃないんだよ。お前は芝居がど下手な役者っていう自分自身からは逃げられない。この先摂津と並んで走っていく限りずっとついて回る。です。誰かを演じるってことは本来の自分から逃げるってことじゃねえ。役を演じながら自分自身を表現するってことだ。前に雄三さんにポートレートやらされた意味が今ようやく分かった気がする。へえ、あの人お前らにもあれやらせたのか。自分と向き合って自分の中にあるもので役を演じて自分を表現する。だからこそ板の上で自分にしかできない生き様、芝居ができるのかもしれねえ。もう答えが出たみてえだな。改めて言うが、お前には摂津にはない役者としての強みがある。それがあいつに対抗しうる唯一の武器だ。何驚いてんだ。お前の武器は摂津に劣るとでも思ってたのか。がむしゃらに役に没頭できるのは板の上に立った時のお前の心の熱が演じる役の感情に火を灯すから。計算なしに役としての生を無我夢中に生きることができる。自分が演じる役を純粋にリスペクトして演じられる。お前の役者としての強みだ。摂津にはない俺だけの強み。ライバルなんだろお前ら。うっす。俺はブラッドの痛みを苦悩を知っている。ずっと昔に感じたことのある痛みだ。やりきれなさ、諦め、絶望、それでも捨てきれない希望。過去の自分の感情を弔うつもりで演じろ。これは役者兵道十座にしかできねえ。ろくな技術もない大根役者の俺が今主演として胸張って板の上に立つ意味はきっとこの役のためだ。つづるさんが俺を重ねて書いてくれたこの役の。あの頃の自分は自分が嫌いだった。憎んですらいた。でも今は芝居を始めて監督に仲間たちにかけられた言葉のおかげで前よりは少しだけ自分のことを認められるようになった気がする。なんか話しかけられない空気っすよ。眉間にシワ寄りすぎててメイク崩れる。もうすぐ開演だぞ。おい兵頭、座長なんだからエンジンぐらいやりやがれ。集まってくれ。今回の公演の演目決めるとき意固地になって迷惑かけて悪かった。自分のことを認められなくて自分を見失ってた。
みんなのインタビュー映像を見て役所としての自分に少しだけ自信が持てた。感謝してる。それから最後に摂津、お前にだけは絶対に死んでも負けね上等だ大根野郎。え。てめえら死ぬ気で行くぞ。おっああああ。ノックダウン。マイケル選手立てません。うわー！絶対王者ヒューイ・ブラウン、タイトルを見事防衛。その地位は揺るがない。ヒューイ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 。ありがとう。みんなの声援のおかげだ。ヒューイ・ブラウンの試合チケットはプレミアついて5倍で売れるってよ。俺にも1枚譲ってくれよブラッド。チケットで入ってるわけじゃない。でも試合は見られるんだろ。約得じゃん。興味ない。つまんねえの。用がないなら帰れ。仕事がある。仕事？ああ、確かに大量にありそうだな。よくもまあこれだけのゴミをまき散らかすもんだ。分かったなら邪魔するな。これ新作。感想教えてくれよ。いつも勝手に押し付けていくなと。掃除屋に掃除道具は必要だろ。じゃあな。おめでとう。相変わらず負けなしだね。君はこの町の誇りだよ。ありがとうございます。ヒューイ兄さん。なあリュウク、来てくれたのか。当然だろう。今日もすっごくかっこよかった。やっぱ兄さんの試合は最高だよ。のんきなもんだ。君、シャンパンを。かしこまりました。急がねえと。もうこんな時間か。ぜえな、気をつけろ。おい待て。ああ、なんだよ。その懐に持っているものを見せろ。んだよ、お前に関係ねえだろ。おとなしく貸せ。ふざけんな、うっせろ。くそ。黙って言う通りにすればいいものを。おい、この爆弾をどこに。待て。そこで何をしてる。面倒だな。おい止まれ。逃げられたか。
たくどいつもこいつも顔合わせりゃ犬みたいに吠えやがって、借り出されるこっちの身にもなれ。珍しい重婚だな。いらっしゃい。新作はどう？返しに来た。まあそう言わず取っとけって。こっちは？拾った。最近はこんな物騒なゴミまで落ちてんのか。へえ、面白い形だな。ああ、これ最近シティセンターで爆発騒ぎあったろ。あれと同じ型だ。同一犯ってことか。かもね。気になるなら出どころを調べてみる？興味ない。あっそ。よし、いいぞ。休憩入れ。邪魔するよ。なんだヒューイ、久しぶりだな。家のジムが改装中でさ、しばらく借りられないかな。もちろんだとも。英雄様の凱旋だな。軽くスパーリングしたいんだけど、相手はいる？そうだな。あいにくうちの選手は今日出払っちまってて。ああ、ブラッド、ちょっと付き合ってくれないか。俺が？選手じゃないがなかなかのもんだ。相手にはなるだろう。よろしく頼むよ。俺はヒューイだ。知ってる。自己紹介なんてしなくてもお前を知らない奴なんかいないだろう。久しぶりにいい汗かいたよ。勘もいいし、プロにはならないのかい？興味はない。もったいない。でもおかげでスパーリング相手には困らなさそうだ。また頼むよ。ブラッド、この後食事でもどうだい？おごるよ。仕事がある。だ、そりゃあ残念。じゃあまた今度。あんたとなら金を払ってでも食事したいってやつがいくらでもいるだろう。否定はしないよ。でもそれはビジネスの話だろ。俺は友人として君に興味があるだけだ。俺はない。ひどいな。こりゃまたえらく気に入られたもんだな。迷惑。ヒューイ選手、今回の試合への意気込みを教えてください。気の抜けない相手ですし、万全の構えで臨みたいと思います。前回の試合では圧倒的な力を。うわ、なんだ今の音。爆発。お静かに。ただいま確認中です。なんだなんだ。爆破だってよ。またかよ。静かにしろ。
おい待て。待て。その銃、お前この間のなんで俺たちの邪魔をする？お前はこちら側の人間だろ。何を。大丈夫か。動くな、警察だ。違うんです。面倒な。動くなと言ってるだろう。待って。リュウグ。あ、兄さん。よかった、無事か。ブラッド。おい、逃がすな。世間はヒーローに夢中です。あのヒューイ・ブラウンがこのところ世間を騒がせているテロリストから弟を守ったというニュースが飛び込んできました。いやー、まさに本物のヒーローですね。ヒューイ選手、こちらに目線お願いします。こっちもお願いします。なんだ、急にスクリーンに映像が。今度のタイトルマッチはヒーローが血祭りに挙げられる番だ。これは犯行予告。テロリストからの犯行予告です。お静かに。会見はこれで終了します。やはりタイトルマッチは中止すべきです。君は今や町の、いや世界のヒーローとして象徴的な存在なんだ。それがテロリストに屈したとあれば世間の不安を煽ることになる。スタッフや観客を危険にさらすことになってもいいんですか。確かに大勢の観客を守りきることは難しいかもしれない。しかし選手とスタッフだけなら警察に協力を要請し厳重な警備体制を敷けばテロリストの手出しはできない。そんな。もちろん君の身の安全は必ず守るよ。何としてもタイトルマッチ当日までにテロリストの足取りをつかむんだ。このまま奴らに翻弄されてるだけでは警察の威信に関わる。はっ。邪魔するぞ。いらっしゃい。この間の爆弾テロ事件の重要参考人としてこの男を探している。知らないな。この店に来たことがあるんじゃないか。覚えてない。俺は親父の手伝いで店番してるだけだし。隠し立てすれば共犯とみなすぞ。完全に犯罪者扱いか。何？探すものはもっと他にあるんじゃないの？これは前回のヒューイのタイトル防衛戦の日に近くに落ちてた落とし物だ。
一応届けとくよ。あんたもちょっとした有名人じゃないか。何の話だ？警察があんたを探しに来た。だったらもう俺に関わるな。言われなくてもそのつもりだけど、これ選別とっておきの新作。使い道は任せるよ。どう使うもあんたの自由だ。掃除や廃業したら疑いをかけられてまでこの町を救う義理なんてないだろう。ヒューイ選手の入場です。防犯上の都合で観客の入っていないスタジアムですが、大型ビジョンの前は大変盛り上がっています。待て！あとはお前を突き出すだけ。自殺するつもりか？そこの二人止まれ！おとなしくしろ。銃を捨てるんだ。わかったわかったよ。おい君、大丈夫か？急いで担架を。負傷者1名。待て、そいつも。そのまま手を上げろ。動くな。おい、しっかりしろ。そいつを逃がすな。動くなと言ってるだろ。爆弾どこだ？くそ！待て！止まれ！ヒューイ選手の勝利！ヒーローは揺るがない！伝説は続いています！ヒューイ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 ！おめでとうヒューイ。君はやはり素晴らしい。テロリストは？ああ、少し小競り合いがあったようだが心配ない。警察が抑えている。あれは？ヒューイ、どこへ？悪いがこんなところで捕まるわけにはいかないんでね。黙って見逃してるよ。お前もこんなところでのたれ死ぬことはなかったのにな。ヒーローごっこは楽しかったか？黙れ。ブラッド！君がどうしてここに？今は話してる暇がない。祝賀パーティーにでも出てろ。あれがテロリストかい？
俺も協力するよ。弟を助けてくれてありがとう。さすがヒーロー様は登場のタイミングもバッチリだな。カメラも一緒か？はっ！ブラッド、そっちだ！おとなしくしろ。ブラッド、君プロにならないか？君とならタッグマッチができそうだ。興味ない。そう言うと思ったよ。でも俺は結構しつこいんだ。迷惑なことだ。見つけたぞ！こっちだ！テロリストを捕まえた！急いで2人を取り押さえろ。違う、ブラッドはブラッド！待て！一人逃げたぞ！脇腹か。こんなところまで。受け取れ。タバコ。何のつもりだ。ヒーローの退場にしては静かなもんだな。ヒーローヒューイ・ブラウン選手がテロリストを捕まえたよ。一部くれ。こっちにも。毎度号外だよ。何ボケっとしてんだよ。やりきったな。生き様見せてもらったんす。お疲れ。いい加減戻ってこい。よし。あざした。ありがとう。ありがとな。チューちゃんお疲れ様。すっげえかっこよかった。おう。二人して号泣かよ。だってすごく良かった。これって兄ちゃんの物語だよね。やっぱりつづるさんすげえ。お前が俺のことをいろいろ話して聞かせたんだろう。つづるさんに聞いた。初恋甲子園の時のお返し。ありがとうな。
兄ちゃんはさ、昔から誤解されてばっかりだったけど、すごく純粋で強い心を持ってるって俺知ってた。それなのに周りの人は全然気づかなくて、ずっとそばで見てて歯がゆかった。だからこのお芝居通してみんなに知ってほしかったんだ、本当の兄ちゃんのこと。小さい頃から兄ちゃんは俺にとって世界でただ一人のヒーローだったから、俺はつづるさんにそれを伝えただけ。でも今回の公演でファンが増えすぎちゃいそうで心配だな。余計な心配するな。ったくブラコンすぎだろ。大根役者のファンなんてそうそういねえから。なんだと？兄ちゃんのファンは100万人くらいいるんだからな。10人くらいだろ。1000万人5人か。なんで減るんだよ。お前ら小学生みてえな喧嘩すんな。いってお疲れっす。お疲れ様。お疲れっす。しかしすげえなこのメニュー。見てるだけで胸焼けする。匂いだけで腹いっぱいなんだけど。うっす。オミ君も準主演で大変だったのに。これが俺にとっての息抜きみたいなもんなんだよ。なんで兵道のやつに合わせなきゃなんないんだよ。文句言うなら食うな。てめえんなさらに山盛りにして一人で食いたいだけだろ。公演終わったからってニキビとか作んなよ。左京さんとあざみのためにカナッペとサンドイッチもあるぞ。助かる。あ、そういえばインタビュー映像の残りせっかくだから流すか。ああ、銃座について以外にもいろいろ聞いてたんだ。あれ流すのかよ。銃座の映像だけじゃ不公平だからな。と言っても結構編集で短くなってるけど。じゃあ摂津万里という役者についてとか。何やってもうまくてマジ万能って感じっす。器用だし自分でメイクしてもうまいかもな。何やらせても器用にこなすところが小憎たらしいな。これただの個人的な感情だろ。太一はやっぱ爆発踏んでるだけあって対応力があるよな。あとどんな場にも馴染む、舞台の上で変に尖らないって結構重要なことじゃん。ま、その分小さくまとまっちまうんだけどな。普段はキャンキャンうるせえが舞台の上だと落ち着いた演技をするようになってきた。結構冷静だしな。この先どうなっていくかあいつ次第ってとこか。割と言えばちゃんとケアするから優等生ってところかな。左京さんは口うるせえ。
舞台の上だと大人げないっす。うるせえ。お前らも個人的な感情だろうが。じゃあアザミについて。プロ意識が高え。演技はまだまだこれからだけどな。スキンケア番長っす。人の年齢と肌に関してネチネチ言ってきやがる。ケアしろって言ってもやらねえからだろ。ジューザ。後で一緒にガレージに来てくれないか。せっかくだからジューザのインタビュー映像も撮らせてくれ。です。ジューザにジューザ自身のことを聞くのもなんだしな。決意表明とかどうだ？決意表明。例えば未来の自分がどういう役者になっていたいかとかさ。未来の自分。板の上に立つ瞬間瞬間を全力で生きられる役者でありたい。俺が芝居をやりたいと思ったのは違う誰かになりたかったからだ。でもそれはただの自分自身の否定であって逃避とも言われた。実際そうなんだと思う。ただだからこそ俺は自分にないものを持つ他人を尊敬してる。与えられた役に対していつも心から尊敬を抱いて演じられる。その気持ちを大事にして板の上で全力で他人の人生を請け負い続けられる役者になりたい。それと俺は技術では摂津を超えられねえって言われた。聞いた時はショックで認めたくなかった。いや、未だに認めてねえ。実際今はそうだとしても未来は分からねえから。俺はずっとあいつに死んでも負けねえつもりでやっていく。役者としてのガチ勝負でも技術のことでも一生役者を続けてあいつに勝つ。俺みてえな下手くそが見ちゃいけねえ夢だってのは分かってる。でも諦めらんねえ。俺みてえのが見ちゃいけない夢だって分かってはいる。でも諦めらんねえ。大見さん、どうかしたんすか？いや、なんでもない。そうだな。未来は誰にもわからないし、決まっていない。自分にとって分不相応だと思えるものでも、夢を見るのは俺たち生きてる奴らの特権だ。俺はナチの分まで役者として板の上で精一杯生きていくことに決めた。きっかけはナチの身代わりでも、ナチの夢は今俺自身の揺るがない夢にもなった。役者としてナチやヴォルフだった奴らに、ジューザに、そして秋組の仲間たちに恥じない生き方をしていく。これからも板の上で生きてく俺たちがこの先どんな役者になっているかはわからない。いつか昔の自分と答え合わせをしたくなった時にこのビデオを一緒に見返そう。です。いい笑顔が撮れたな。